昔衛星とかないからいつ災害が起きるかってすごい大事なんです。社会を良くしていく、そのために分かることは人材にして機械的で未来のことも入ってます。妖怪って言いました。はい、運命と運勢があって、運命の方は設定図みたいです。運命の方は変えれないですけど、運勢の方は結構いじめる。いじれる。そうそうそう。サムライトレーニングチャンネルサムトレへようこそ。今日も包み門通りよろしくお願いしお願います。します。今回のテーマは侍の陰陽道についてです。早速なんですが、陰陽道っていうのは何ですかね。いいですね。陰陽道って、よく表上よくあるのは安倍晴明とかそういった方々が有名なんですけど、もともとは自然とか社会に関連する内容に対してどう表現するかっていうもの。例えば、風が吹いて手が切れたとか構えて足が出たとか、妖怪とかいう話が出てくると思うんですけど、基本は自然環境に名前を捨てていた、そういう認識していただければと思いますね。あと災害とかを予防する、予見して、災害によく備えましょうと。昔ほら衛星とかないからいつ災害が起きるかってすごい大事なんです。だから豊作なのか不作なのか、いや未来予測がしたいわけですよ。でそういったものを集大成として陰陽道と言ってたわけですね。はい、じゃあ先のことを見据えるためにそういう陰陽道があったんですか。社会を良くしていく、そのために分かることは人材にして機械的で未来のことも入ってます。はい、そういうことですね。ちょっと気になったんですけど、はい、妖怪って言いました。はい、妖怪とかも関係してくる。妖怪は今だと映画とかドラマとかアニメも漫画もそうなんですけど、悪いものみたいな感じで出てくるんですよ。実際は自然環境に対して名前つけてたんです。先ほどの風でピュッと巻いて手を切ったらかまいたちが出たとか。あれかまいたちって何ですか。かまいたちってそういう鎌を持ったイタチみたいな動物がいて、それで走りながら人にこう通った時に手を切っちゃうとか、そういうちっちゃい切り傷が出てくるっていう瞬間があって、それをかまいたちが出たって言い方して。それは動物、そういう妖怪結局目に見えないんで、ただ現象として手が切れたとか、あとは擦り傷があるから、それに名前をしてきっとこういう動物に違いないみたいな形。はい、こう低いんでね、低いところは切れるから、足の方とか、上の方にが切れないんですよ。手が多いんですよね。だからちょっとこんなもので鎌持って違ったりとか、昔カッターないですから鎌。ああ、そっかそっか。そういうことです。実際に侍はどんな風にその陰陽道を活用して取り入れてきたんですか。一つは先ほどの陰陽道として天文学として未来予測ですね。今年豊作ですよ、不作ですよとか。で豊作ならこういうのを使いましょう、不作ならこういう対策しましょうっていうのを、未来予測するために使っています。天文学っていうのは月読みって言って、星読みといって、天体でこういう星の並びした時はいい日だ、いい年だとか、こういう星の並びは悪い年だとかいう形で、過去の事例に基づいて、吉凶ですかね、いい悪いを判断する。それは先生術とかそうですね。似てます。その先生術の日本版と東洋版が陰陽道に含まれていると。そんな感じです。じゃあその先生術の一部ではないですね。先生術の中で2つ体系分かれてるんですよ。本当に先生術は西洋の方の考え方と東洋の方の考え方。一部のここに入ってますからね。2つ違う。地域が違うから考え方が大きく違う。じゃあ東洋の方が陰陽道みたいな感じですかね。してる。一般的な私たちがその陰陽道っていうのを学んで取り入れていくとしたら、どんな風に取り入れていけばいいんですかね。一つはご自身がどういう星のもとに生まれたかっていうところで、だいたい人間って一生どうありたいかあるじゃないですか。幸せになりたいとか、
まあ、現代とお金持ちになりたいとかあるじゃないですか。ただあるいは自分の性格って隠れた性格が自分が認識してない才能素質があるんじゃないかって考えたりしません？します。で、それをあらかじめ知りたいじゃないですか。もしこういう才能が伸ばしたいとか、その時にですね、陰陽道で占い戦術をすることで、こういう星の巡り持ってる構成線組を持ってるから、きっとこういう才能が高いに違いない。だからこういうことやりましょう。例えば計算が高いから、まず計算に特化した何か仕事か何かを見つけてみたらいかがですかとか、あるいは社交的な会話が長けているんでお話しするとか、今で言うとコンサルティングみたいなこと、人のあるいは会社とかの問題をちゃんと改善する、提案するっていかがですかというものがまず分かってくると。それに合わせて、今年こういうことがこの方起きやすいとか知りたいじゃないですか。で、突然問題が来るよりも事前に分かってた方が対策しやすいとか、例えば突然あなた昇級試験突然受けることになりますよみたいな感じで分かったら勉強しません？そうですね。準備ですね。そういったものを事前に分かると把握しながら可能な限り未来に対して備えていこうと、そういうことに使っていたのが陰陽道ですね。はい。当理は侍開運法という本を、出版されていると思うんですけど、そもそもこう運勢とかその運っていうのは何ですかね？なんかこう感覚的に運が良かったとかっていう言葉を使ったりとか自然とこう出てくると思うんですけど、でもこう考えてみた時にそもそも運って何だっけなと思って。運だけはちょっと難しいんですよ。運命と運勢があって、で運命の方は、設計図みたいな、先ほどの陰陽道という戦術でこういう星の組み合わせを持っているんで、こういう才能やこういう卒が伸びたらきちんと伸びたらこういう人生になるだろうっていうのが出てくるんですね。ただこれは設計図なんですよ。運命が設計図。だから最大で言うと理想なんですよ。最高のタイミングという時期で最高の素材で作ればこういういいお家ができますよ、あるいはお城ができますよっていう未来最高の完成数 100%、だけどそこまで行くのに運勢があって、例えば車とかで言うと材料が運んでこれないとか詰まっちゃったりとか、そうすると本来伸びてないといけない時に柱が立ってないって感じになるんで、勢いもあるんですよ。流れっていうんですかね。滞りなくどんどん材料を運んでこれれば理想なんだけど、ピタッと何か止まってて自分が運べないとか、あるいはあえて拒否しちゃう、止めてしまってて詰まっちゃう、そういうことあるんで、まず2つあります。運命のは耐えれないんですけど、運勢の方は結構いじれると。そうで、皆さん運がいい悪いっていうのは大体のことは運勢のこと言ってるんですよ。だからなんか流れが良くてねとか、流れに乗ってるとか、調子が良くてねっていうと、こういう流れとか勢いのことを大体運がいい運が悪いって言い方してます。だから結果的には運がいいっていうのはご自身がどんだけ活動してるか、どんだけその鍛錬してるかって比例してくるんですよ。その自分自身の運勢を良くするために何をしているかっていう。そうです。なんかね、運がいいんですよって言いながら、なんかずっと昼寝してたらあんま変わらない。でも実際そういうのいるんですよ。運っていうのはさっきこう運勢はいじれるって言ってたじゃないですか。その運が働く時っていうのはなんかこう仕組みとかっていうのはあるんですかね？あると思いますね。あるからこういう昔ながらの術で、この方向何月何日のこの時間帯から動いてこっち行けばあっち行けばいいっていう方法もあれば、そうするにこの年はこういうものをある方位に置けばいいとかあるんで、若い頃は全然信じてなかった。もう全然信じてないです。もう一回言いましたね。今めちゃめちゃ信じてる。なぜかというと、やはりそれを否定し続けた結果、否定しきれないことが起きちゃった。確かに。でもう騙されたと思って
やってみなって時になれた時があるんですよね。で、どうせ騙されてもさ、どん底だから変わんないやんっていうで、今までやってなかったことをやろうってさ、ある時期があるんですよ。あ、選択を変えるみたいな。そうそうそう。今までは自分の力で多分学習して、こういうのを取れば、資格を取れば伸びるはずだとか、こういう会社に行けば、あれこういうことをすれば売り上げ上がるはずだみたいな感じで、でも自力だったんですけど、ある種、本当ね、こう、薄い天井みたいな感じで突破できないんですね。本当薄いんですよ。で、その時に、まあ、ここがどん底だったら、何やってももうどん底なんないだろうと思って、やってみたら、ポロッと変わっちゃったんですよ。あれって。で、また、あ、そんなことは偶然だって、また自分の考え方を戻したらまた落っこっちゃう。で、また対応すると、あれって上がっちゃう。何かあるなっていうんで、初めてそこで、風水だとか、鬼門遁法とか、あと各いろんな戦術っていうものを実体実験。だってどん底だから、まあ死にはしないだろうっていうところでいろいろなあえて大凶ってみたいな。ああ、大凶、今日のよくない。今日じゃ足りないから大凶。そうすると大凶の意味が分かる。なるほど。今日だけど今日じゃない。その運を鍛えていくにはどんなことをしたらいいんですかね。まあ、運を鍛えるんだと運を使う。さっき言ったみたいにその行動をどんどんしていく。行動し、最初にこれはいいね、違いだってまず選択してやってみる。よくやっちゃうのはこれしますって言って何もしない人多いんですよ。まあ簡単に朝早く起きてね、うちは7時起きますって言って7時起きないとかね。だから自分で言ったこととやってることがずれてると、いくら運を上げようか上げる前があんまり変わんない。だから自分の言葉で言葉通りできてたらちゃんと流れてくるんで、まず言ったことに対して自分でちゃんとやる。嫌だったらやめるとかね、ちゃんと言う。やりますってやらないが一番口しやすい。有言実行していって、まあもうそれ思った通り動けば、そっちに行くんで。じゃあ言ったことができないと、体がねいくら運がいいと思っても、力強い押し返されたりすると、嫌がってやらないんですよ。しんどいの。めんどくさい。運がいいから楽とは限らない。運がいい時に流れ変えないといけないから、大きい流れから大きい流れに乗り換える時ってかなり圧かかって、その時になんかにやった方がいいですよ。それは体が。怠けたいんだね、脳は。だから、いや、そうは言っても絶対いいことが起きるはずだって思えるとそっちに飛び込まないといけないから、それがすごい滝みたいな感じる時あるんですよ、大きい流れで。重さを感じるとか、もう一押し体力いるとか、その時に体が嫌がるんですよ。めんどくさいから。めんどくさいっていうかね、もう少し言うと、慣れてる方が楽なんですよ。しんどくても。明日会社行かないといけないって言って、しんどくて辞めたいって言いながらも、9時に行けばとりあえず仕事があって、1ヶ月頑張ったら給料が入ってるのもみんな楽だから、そっちから言ってない。楽な方にこう流されていっちゃうというか。習慣っていう惰性が始まってるから、それを止めるのに力いるんですよ。ずっと大きいの、車輪に回ってるから、一回止めないとそっち行けないから、止めるのに力いるんです。なんかよくあるなって思うのが、これやりたいなって思っても、なんかこう頭がすごく働いて、なんかちょっとこうできないかもとかって。いや、わかんないですけどなんかそういうパターンって結構あるのかなと思って。ごめんなさい、事例がわかんないので何とも言えなくて、まず考えた通りやればいいんじゃない。わかるとこから、まず資料を集めるとか、大学受験よく例にしますけど、まず大学って何があるのかなってまず調べる。で、よくどこの大学受ければいいですか、資料集めればいいんですかって来るんだけど、全部面白いか。で、どういう特徴があるか、同じ経済でもなんでこんなにあるのかなって、多分特徴や色があるでしょ。で、見に行けば、見て、面白そうだなってにオープンキャンパス行って、なんなら学生捕まえてどうって聞けばいいし、そんだけやればいいのに、なんでかなって思う。なんかこう自分に自信がなかったりすると、やっぱ行動力も落ちると思うんですよね。その自分に自信がないっていうのは、だから自分が言ったことに対してやってないから。
ああ、一致言葉にしてない対してうん自信がない。だって自分でさっき7時朝7時起きるって言って起きてないから、うん自分のご自身の言葉にしょうがないんですよね。うんただこれ合わせていけば別に勝手に自信になっちゃう。言った通りになる。行くって言って行く。だから起きたくなかったらそこに、これ7時起きたけど、うんもうちょっと寝たかったら8時まで寝るって言って宣言して寝ればいい。誰かの感じで7時起きられなかったって言って8時起きるから朝かったよって言うし。ね、そうですよ。私はい。たまにありますよね。たまに一致しない時でも勝手にそれ一致しますから、ちゃんとやってると。毎日宣言して、その通りに合わせていく。で、100%じゃなくてもいいんだけど、ある程度回数合ってくると、なんかうまくいく率上がるよなって勝手に思ってくるので、だから言ったことに対して宣言したと、わざと全部宣言する。だから歯磨いてくれて歯磨きに行けば成功時率1なので、まあハードルは別に高くする必要は全然関係ない。回数だから。ちっちゃくて。コツコツ積み重ねる。お水取ってくるわ、汗取っていったら成功時率。こんな感じ。じゃあこの小さいことでも自分の中ではまあそれを成功としてこう意識していくっていう成功とか失敗じゃなくて、言ったことを言った通りしただけの回数。それが大きいちっちゃいじゃないんですよ。だから大きいことしてもう5年かけてあるいは10年かけて一つのことをするぐらいだったら、1日に100個200個積み上げた方が自分にとって楽やな。これ変わんないですよ、肘は。何十年で何億いった、何百いった。でも一時でやったらこれ失敗したらもうどん底ですよね。だけど細かいことは日常をいっぱい自分で宣言してその通りやっていくと10でも20でも100でもうまくいった事例が入っていく。ただそんなことなんですよ。で回数が多い方が脳みそが勘違いする。ちょっといけるな。そういうこと。今回は陰陽道についてでした。サムライトレーニングチャンネル見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク、シェア、拡散よろしくお願いいたします。